こんなんがビッグベイトでさ狙ったように連れてくるっていう東京湾。これどう？これめっちゃいい魚や。よしよし、今からスタートや。東京湾でシーバスを狙うのは今のところ僕はもうビッグベイトしかやらないです。それなぜかっていうとやっぱり自分が一番それで釣るのが楽しいから、釣りってそんでいいと思うんだよね。自分が楽しければそれでいいんですよ。でやっぱりいいのが釣れたらでかいでバイトシーン強烈、この2つの要素っていうのは釣りの結果としては最高の値じゃないですか。なのでやっぱり未だにもう心変わりせず足抜きもできてないっていうのがやっぱりビッグベイトシーバスの魅力かな。今や絶対こいつや。よし、食った。釣った。よし、やった。よし。スイムベイト P、仕事しますね。お、やつ。これやね、この魚やね、やっぱ。最高の魚体。じゃあ逃がすよ。ありがとうお前、よく来てくれた。行くんだ。行った。最高。これがねやっぱビッグベイトシーバスなんですよ。これ突如やってくるあのサイズ、まさにそれが本当に麻薬っていうか抜けれない要素の一つやね。小田さんお久しぶりです。久しぶりです。久しぶりです。東京湾ですね、来ちゃいましたね。今年、超絶厳しいらしいですわ。この城いないらしいもんね。なんかこの城が取られまくって、この城消滅みたいな。シーバスは自体はシーバス自体はいると思う。いますか？もともと多分いると思うんですよ。じゃあもともと世界一多い水域なんですよね。じゃあそうなんかあんまりベイトに引っ張り回されずにいるシーバスを確実に当て込んでいけるように、まあ船長と相談してですね。もうあとは信じてやりきるのですかね。なんか例年通りばっかばかっていうのは絶対ないと思うんで、うまくチャンス掴んで一本いい魚取りたいですね。そうやね。まあ狙って取れればいいかなっていう話ですよね。これはビッグベイトジャイアントベイトなんでまさにそういうゲームだし、いい魚を取れるように頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。今回の実況はね、次回発売の新しい P ラインズバリスイムベイト用 P のテストも兼ねてロケを行います。結構いい感じに仕上がってるんで、この釣りには絶対もう必要不可欠なラインになると思うんで、そのねポテンシャルも含めていろいろ検証していきたいと思います。今回のね東京湾の一つ特攻隊長、ちょっとね出船前にルアーの調整というか確認をしてます。一番はこう塩分濃度の具合とかそういうのを普段のフィールドとは違うんで、ルアーの水上のフィーリングを確認したいですね。大体いけるか。よし。します。
ちょっとずつ組んでいこう、合わしていこう。頼むぞ。来た。うわでかい。出た。チェイスチェイス。あ、ちょっと待って。おおおお、いけいけいけ。まだおるおるおる。奥田さん、魚はおるけど地合いじゃないって感じじゃない。おお、うわはい。おろおろ、いけ。でかいぞこれ。うーわ、でかかったな。こっち全然変えようかと。やっぱこれあるな。魚溜まっとるよね。試合じゃないんや。今回採用したラインのカラーリングなんですけど、やっぱりねこう割とこういう釣りだと派手めな色を採用しがちな傾向はあるんですけど、やっぱり光のね当たり方によってはあまり明るい色だと、例えば逆光の時とかねラインの走行が結構見にくいことがあって、だから僕はラインのこうカラーリングよりもシルエットがはっきり見えるようなイメージでカラーリング、このちょっと暗めのねカラーリングを採用しました。こうすることによって巡光の時はもちろんこう今みたいに逆光の時であったりこう比較的ローライトの時でもラインの走行がしっかり把握しやすいんで、こうより精度の高いルアー操作につなげられる、こうより実践的なカラーリングかなっていう思いもあって、こういうちょい暗めのグレー系のカラーを採用してます。あとこだわってるのはラインの硬さのことで、やっぱりどうしてもトラブルレスのラインってなってくると結構ね市場では割と硬めのラインが主流になりつつあるんですけど、やっぱベイトでこういう空気抵抗の大きい失速するようなルアー投げるときって糸離れが B ラインの糸離れがね結構バックラッシュのトラブルとかにつながってくるんで、僕は今回のラインに関してはこのしなやかさっていうのをこう糸離れの悪さっていうのかな、それを特に重視して設定しました。でこうすることによってルアーがこう飛んでいくに従ってルアーが引っ張った分だけラインがスプールから離れる形になるので、スプール内でのね糸の浮き上がりっていうのはほとんどないんで、こういう重量級のルアー投げ続ける場合でもこうバックラッシュのリスクを最大限減らしてくれるような硬さになってます。こうなかなかね言葉では伝わりにくいんですけど、こういう不安定なライン投げてても全然糸が浮いてこないんで、めちゃめちゃ気持ちよくキャストも決まりますね。この中におったらベイトの穴。るね。これ
これモロタで案件ですか、ひょっとして。わからんね。おわ、おるおる、すげえ。あ、これボラか。ボラでした。いやこの城やった。いやだいぶ走ったね。結構走ってきたところが、ここなんですけど、結構目当てのこの城入ってるんで、ちょっとね期待感があるかなって感じです。あれだけこの城の絨毯できとってボイルも何にもないっていうのはね、ちょっとまずいよね。ちょっと表層の反応がいまいちやったんで、レンジ入れて巻いてみます。ベイトボールを直撃してどんな反応が出るか。当たった、かからん。くそ。かからん。おお、いけいけいけ。おお、こいつか。深いな、やっぱチェイスが。よし、食った。食った。あ、やばい、外れそう。ですか。やばいやばいやばい。よっしゃ、やった。よし。ゴーストやばせで。ゴーストのハイですね。はい、ハイフロート。はい、ちょっと蘇生しながらで。最初の流し。こうベイトの反応あって表層ずっとやっててんけど全然反応取れんくて、2流し目でちょっと2メートルぐらいまでレンジ入れてベイトほぐしながら巻いてたら、もうデッドスローですね。水中デッドスローできましたね。いけるかな。いった。わあ、ありがとう。よかった。よしよし、今からスタートや。ありがとうございます。お、ありがとう東京湾。割れた。まあまあでかかったよ。お、食ってくれん。かかるほど食ってくれへん。フッキングと同時にブチってなったもん。ハリタッチだけやね。あるある、魚見えとったもん。そうか、上まで上がってくるんや、やっぱ。食った。いきます。うまいこと頭が向かんな。しゃー。
素晴らしい魚。うわこれえぐ。これねすごい健康体っていうか、めっちゃ太い。これ重い。やば。これやね、この魚やねやっぱ。これがオープンウォーターのね、ビッグベイトの本当にまさに釣りで来る魚って。ルアーで引っ張り出した感じ。ほらこれ、この太さすごくない？しゃーねえ、ほらほらこれ、最高の魚体。じゃあ逃がすよ。ありがとう、お前よく来てくれた。ほら行くんだ。行った。最高。これがねやっぱビッグベイトシーバスなんですよ。これ突如やってくるあのサイズ、まさにそれが本当に麻薬っていうか抜けれない要素の一つやね。ありがとうございました。素晴らしいライン。マジっすか。ちょっとさ、突風並みの風が吹いていたんで、もうどっちみち釣りにならないし、移動も結構危なくなっちゃうんで、ちょっとなんか風裏展開に切り替えて戻りますよ。近年ここ3年ぐらいかな、ずっと、自分ビッグベイトの中でもビッグトップが好きで、ずっとそのビッグトップにこだわってやってて、昔はそれなりにもう餌見つければもうバンバン出る状態だったんだけど、ここ3年ぐらいなんか結構出が悪くなってくる時があって、ですごいなんか最近スイムベイト、ちょっとレンジを入れてスイムベイトだったりレンジを入れて水中の中でスライディングさせるような釣りがやっぱ釣れ出した。特にビッグトップに出ない時に一番レンジを入れてで釣るっていうのが最近多くなってきて、そういうことに対応していかないとなんかどんどんなんかビッグベイトも成立しなくなっていくんだな、ビッグトップも成立しなくなっていくんだなって思ってるのがここ最近って感じですね。でなんか、もちろん全然出るんですよ。トップウォーター全然出るんだけど、アングラーさんゲストさんたちのそのルアーのビッグベイトの種類がタックルボックスに入ってるルアーの種類が多くなってきたなって感じます。奥田さん、今回のラインどうですか、この釣りに。バッチリじゃない。鬼怒川さんもそうだけど、俺も結構これ使うじゃないですか。ですよね。これのこのパシンパシンの張り感がすごくいい。それは多分ラインの柔らかさが反映してるんだと思うけど、だからこれでこう瞬間的にアクションパンパンって入力できるのがやりやすいよね。ですよね。あんま硬い糸だとラインがこうピンピン、ね、跳ねてしまって上手にこうなんか糸が引っ張っちゃうっていうかさ、でもこいつの場合はちゃんと引っ張った途端に緩んでくれるんで、すごい繊細な入力ができるっていうかさ、ですよね。それはあるよね。あとこういうオープンウォーターってさ、今日特にそうなんだけど、晴れたり曇ったり、で水面今銀色でしょ、でブラックになったり青になったりって中で、糸見やすいよね。ですよね。僕もこれいろいろちょっと結構リクエストしたんですけど、その時はまだそんなにこれぐらいかなって思ったけど、いざね色合わせしてもらって現場出てみたら、いやこれでいいんよみたいな感じでね。そうそこはすごくいいと思う。いやよかった。でもトータルバランスめちゃくちゃいいと思う。
やっぱ普遍的な扱いやすさですよね。変に尖ったとこはないけど、そう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 。怖さがない。こういう釣りってさ、瞬間的試合とかあるじゃない。はいはい。そこを、糸がなんかこうダメな糸だと、マイナス要素がどんどん重なってその試合取れなくなるし、これめちゃくちゃ安定してるんで、この糸っていうのはいろんな部分において、だからチャンス捉えやすいですよね。それはあると思う。ルアー操作に集中して、そんな感じかな。いいっすよね。やめれないですよね、これ一回使ったら。あ、奥田さんヒット。でかい。うわ、でかい。よっしゃー、でかい。できたわー。来た。イエスサー。はい。いや来たねー、でかいやつ。ついにルアーはね BT スラプター、すいません BT スラプターですっていう。でラインはね、これ今回の新しいスイムベイト SMP の3号、ワンピッチでねすごい繊細にちょっとやらないとルアーがなんか綺麗に動かない、なんか流れでね潮が効いてないのとかあるけど、だからやっぱりこのラインはそういう繊細なねラインテンション管理めちゃくちゃやりやすいんで、いやその成果だと思う。最高ね。こんなんがビッグベイトでさ狙ったように連れてくるっていう東京湾、これどう、これめっちゃいい魚や。はあ最高。じゃあ逃がそうか。お、元気元気、ほら。僕実はシーバスフィッシングってめちゃくちゃ歴史が長くて、もうどうかな、ビッグベイト以外の釣りはどれぐらい前からやれちゃうんだから、もう K 点の時代なんで、 K 点とかアスリートのなので、もう20年25年以上前に立ち込みからやり始めたのね、加工の。でそこからどんどんもちろん東京湾にも来て、その当時の東京湾って、ジギングとかああいうバースのねシェード打ちとかそういう釣り方で、そこからジーソに行ったのかな、丸鈴木で。そこで一つビッグミノーでジーソのさらしで、日本海なんで丸鈴木を釣るっていうのにちょっと一旦ハマったことがあって、そこからちょっとシーバスは遠のいた感じなので、月日が流れて日本にビッグベイトブームが来て、でビッグベイトっていうのが日本に入ってきてからすぐに飛びついたアングラーの一人で、だからもうビッグベイトが日本に入ったと同時にビッグベイトをやり始めて、で今があるっていう感じで、今の僕の釣りの中ではもうビッグベイトっていうのはもちろんシーバスもそうだし、ブラックバスもそうだし、世界の怪魚でソルトウォーターの GT とか青物もそうだけど、それをビッグベイトで釣るっていう一つの僕の釣りの中で一つパートとして大きいシーンがあるのね、でもちろん東京湾でシーバスを狙うのは今のところ僕はもうビッグベイトしかやらないです、他のシンキングバイブレーションに手つけたりとか他のプラグ使ったりとかっていうことはやらないです。もうビッグベイトでしか東京湾のシーバスとは今は付き合ってないのね。それなぜかっていうと、やっぱり自分が一番それで釣るのが楽しいから、釣りってそんでいいと思うんだよね。自分が楽しければそれでいいんですよ。だから僕の中では今はこのやっぱりビッグベイトっていうので東京湾のシーバスっていうか全国のシーバスフィールド行くんですけど、シーバスはビッグベイトしかやってないっていうのはそこで、やっぱりいいのが釣れたらでかいで、バイトシーン強烈
この2つの要素っていうのは、まあ、釣りの結果としては最高の値じゃないですか。なのでやっぱり未だにもう心変わりせず足抜きもできてないっていうのがやっぱりビッグベイトシーバスの魅力かな。今回のラインナップの中で一番太い番手で10号っていうのがあります。で10号を使う、場面なんですけど、こういう大型のスイングウェイト、だいたい僕マックス2キロぐらいまで扱う釣りの時はこの10号っていうのを巻いてます。でなぜ10号かというと、直線強度だけとかそんなんだと別に3号4号でも全然耐えれるんですけど、やっぱこの釣りしてて一番怖いのはライントラブルで、万が一キャストの時指引っ掛けたりルアーが急に失速したりで、一瞬でもスプールに糸が噛み込んだら、もうリリースしたルアーをもう人間の力では止めることができないんで、どんだけ強いと言われてるラインを使っても一瞬で飛んでいきます。なので強度面はもちろんですけど、僕がこういう大型ベイトを扱う時に求めてるのはその物理的な太さで、物理的な耐久性っていうのを重視してて、それでこの10号っていうのをラインナップしてます。あとですね、こういうでかいルアー、スイングベイト系扱う釣りなんですけど、割とね回収というかルアーアクションも緩急あって、比較的スプールにふんわり負けてしまう、そういう状態がよく起きて、でその状態ででかいルアーを思いっきりフルキャストするとやっぱ食い込むんですよね。で食い込んだラインがキャストのリリース時に離れることによって糸が浮いてバックラッシュっていう、ひどい時はそのまま噛み込んだまま高切れっていうのも起きやすいんですけど、今回のスイングウェイト P に関しては比較的緩いテンションで巻いた状態であってもスプールへの食い込みを最大限減少できるように設定してもらいました。でこれはね、前にもお話ししたこのラインのしなやかさっていうところもあって、やっぱ硬い滑りがいい、そういう糸だとどうしてもね緩いテンションで巻くと食い込みやすくなるんで、しなやか緩いテンションで巻いても糸がしなやかだからしっかりスプールに張り付いて綺麗に巻き取ってくれる。それがねやっぱこういうでかいルアーもう1日投げ続けたりする場面ではすごいありがたいですね。本当これはね本当ねやってる人とかやった人しか分からんところやと思うんで、逆にこれからこういう釣り挑戦したいって思われてる方にこそぜひ使ってほしい。もう失敗してほしくないんで。あれひょっとしてマシになった？いやどうやろう。でも白くはないよね。今や絶対こいつや。おった奥田さん、おでかい。よっしゃあ、ちょっと待って。大丈夫ですか？またやん。ちょっと頼むで。やめてくれて。こっち来いて。おっしゃでかい。おっしゃでかい。これで帳消しやろ。これで帳消しだよね。いやいや、これ今日の俺の失態は。いやいや、やったー。これで帳消しでしょ。もう本当によかった。ついに取れたわ。すごいね。おりますね。
いますね。二度食い親父やったな。あ、二度食い。ギルランってなってうんかすりもせず、その後またギランコーン。ああ、やった、ついに取ったわ。ビッグワン最高だぜこれね。もうなんか結構風強いんで、糸がやっぱりさばきのいい糸じゃないとワンピッチがやりづらくてさ、それがやっぱり今回のラインはきっちりね糸付け管理できるんで、すごい。じゃあ逃がすよ。サンキュー。あらら、ありがとう。ああ、最高。最高です、これは。ああ、気持ちいいね。あ、くそ。エスカ、いきます。ありがとうございます。お、ありがとうございます。いや。お、いける。ありがとう。よっしゃ。オッケー。よし。やった。おお。よかった。ありがとうございます。はい、じゃあお疲れ様でした。ぼちぼち上がりたいと思います。ありがとうございました。はい。奥田さん、今日一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は朝から走り回ってね。まあでも午前中天気ね、少し恵まれてよかったよね。ね。要所要所ではね、結構もう魚いい反応あったり、この東京湾のこうね魚影の濃さというか。いや本当にすごいと思うわ。まあいわゆるまあ言ってしまえばまあ世界ナンバーワンのシーバスフィールドと言っても過言ではない東京湾なんですけど、今日は糸。そうですね。はい。どうでした？いや、なかなかやっぱりいい感じで、操作感もすごいいいし、でね、結構ピーカンとかローライトとか逆光とかいろんなロケーションでも試せたし、視認性もかなりいいですよね。今日すごい光の角度も水面の色も変わって、まさにこの P のテストには最高っていうですね。やっぱルアーもよく動くし、ライントラブル少ないのがやっぱりね、強風下でも全然こう向かい風で投げても糸の浮き上がりも少ないし、まあお互いにこうロッド操作とかもすごい使ったり、グリグリ巻いたりもするんだけど、そんな中でこの絶妙なソフト感っていうのがすごくいいじゃない。いいですね。もうこの釣りにはやっぱりそうですよね。もうなくてはならない糸に。また来たいですね。また発売されたらですね。行きましょう。ね、SMP。いや、いいラインです。いいラインでいい釣りが、多分このラインが世に出るとこの手の釣りちょっと変わってくるんかなとも。コントロールもしやすいし、また世界がね開けるかなっていうところで、お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、よかった。ほらこれ、この太さ。これやね、この魚やね、やっぱ。